前の、前の総長の松本博総長時代ですね。今、理系のリーチャーをやっておられて、富岳のシミュレーションで大活躍しておられますが、この方がですね、作られたリーディング大学院で総合生存学館というのがございます。文科省の第1号として、もうすごい期待をされている大学院でございまして、その総合生存学館というのは、グローバル人材育成というのを、育成するんですね。日本からグローバル社会でリーダーを育成するということで、今日ですね、何人かデモの時に手伝っていただきますけど、すべてそこの、方々、もしくは予備学部生という方たちの、活躍をご覧ください。ちょっと話がずれましたが、ということで、その総合生存学館ができて、その中にですね、重要な8つの学問を学ぶということで、8子、元はこれは般若心経から来てるそうなんですけれども、8つの思うって書くんですね。で、この8子の中にですね、数学とか、いろいろあるんですけれども、宗教だとか、あとは環境学だとか、いろいろあるんですが、その中にですね、芸術が入ってるんですね。もう芸術、ここしかないんですよ、京都大学。あとはもう、芸術論とかですね、批評とか、そういったところはあるんですけれども、芸術っていうのはここしかなくて、松本、もともと総長がですね、作っていただき、で、私も、もう、ご存知のようにですね、アートテクノロジーも30年ぐらいやってまして、いろいろな、学部はないんですけれども、アートの学部はないんですけど、やらせていただいたんです。京大にもう15年ですか、おりまして、いろいろやってまして、で、元アートテクノロジー、メディアアート、デジタルアートをやりたいなということをですね、もう今となっては前の総長になりますが、山際総長に、いろいろ、相談をしていたところ、じゃあ総合生存学科に行くのがいいよということをですね、数年前に言われまして、で、これも今になっては前の、学館長になりましたけれども、こちらに、私の隣に、宝学館長、元宝学館長がおられまして、山際総長が、つなげてくれたんですね。で、そしてですね、ここからが素晴らしいスポンサーが現れて、京都大学の中でですね、アートの学部を作るのはなかなか、もうこれは本当に悲願なんですが、まだまだ難しくて、産学連携だったらできるんじゃないのっていう話になってきて、じゃあどこかの企業を見つけなきゃということで、結構2年ぐらいいろいろ走り回りました。で、そしてですね、手を挙げていただいたのが、お隣におられます、突破印刷さんでですね、見事にですね、3年間とりあえずやってみましょうよって、あんまり細かいこと言わずにね、もうやりましょうって言ってくださるところが非常に我々にとってはありがたくて、設立しました。長かったですね。で、それで、アートテクノロジーっていうのが専門なんですが、私はMIT に行ってる間にですね、兄弟来る前 MIT におりまして、そこにいる間にですね、外国に行ってですね、日本文化に目覚めたんですね。日本の良さに目覚めたんです。で、アートとテクノロジーの間には、それぞれの、やはり自分が長く住んでいたというか、母国に対する文化っていうのがあるなということに気がついて、で、日本文化のコンピューティングっていうことを考えて。で、そもそもなんでアートテクノロジーかというと、歴代の、芸術文化遺産っていうのは、当時のテクノロジーと結びついていて、で、そういうものが残っていると。で、例えば、日本で言えば、奈良の大仏とかですね。海外で言えば、ピラミッドだとかですね。やはり当時の、技術と結びついてるんですね。だから、アートテクノロジーということが、本気でアートをやるんであれば大事なんではないかと思いました。で、その間に文化が入っている。ということで、日本語と英語で、それぞれ本を書きまして、で、こういうことをすることによって、まず日本語で書いたんですが、海外の人たちがそれぞれの文化でコンピューティングすることによって、もう少し
こうお互い分かり合えるんじゃないかと思ったんですね。で、こういう形のことをしました。で、今実際やってることなんですが、いろんなことをやってるんですが、今はですね、数年前からこのサウンド・オブ・イケバナっていうことをやり始めまして、で、それは何かと言いますと、この、日本文化っていうのは、様々な型っていうのがございます。で、自然の中から型って見出すんですよね。で、例えばここに出てますように、生け花の型っていうのはですね、人天地、池の坊だったら新行草とかいろいろありますけれども、とにかくそのアシンメトリー、非対称の三角形を作るんですね。で、この非対称の三角形を、ある時ですね、これもミルククラウン、水とかミルクをぽちゃんとこう落としたら、こう、王冠のような形が出てくるっていうミルククラウンが元なんですけれども、ここから発想してですね、音圧でいろいろやってみるとですね、生け花のような、花のような形が生まれてきたんですね。で、それで、スピーカーの、ウーハーなんですが、スピーカーから、音から生まれた生け花、花なので、サウンドオブ生け花と作りました。で、それで、サウンドオブ生け花ということをいろいろとやって、周波数を変えていろいろな形を作りました。で、こういうふうに、これはですね、裸眼では見えてこないんですよ。先ほど言った、今の先端技術で見える自然の美なんですね。では、どのぐらいでの、カメラで撮ったら見えてくるかっていうと、今の iPhone とか GoPro ではまだまだ無理で、240コマ、240分の1とかでも無理で、やってるのはですね、だいたい2000分の1です。1000分の1でもやるんですけど、やっぱり2000分の1ぐらいになると出てくる。要するに、今の GoPro とか iPhone のスローモーションの1コマから目から2コマ目の間にある見えてくる美なんですね。コンピュータグラフィックスはできない。確実に我々のこの物理的空間に存在している形なんですよ。で、これを見出しました。で、これを今の現代の日本美と満たして、様々なところでですね、私、実は2016年度の文化庁の文化交流士になりまして、選ばれまして、8カ国10都市ぐらい回ったんですけれども、いろいろと、行きまして、シンガポールだとか、ニューヨークだとか、そういったところで、展示する機会を得ました。で、これちょっと一番上の方にですね、原理を書いてますけれども、コンピューターから音を出します。例えばサンプリングした音ですね。今は人の声でもできますけれども、そういった声をコンピューターの方から再生して、スピーカーの方に送ります。で、スピーカーのこのコーンの上にですね、何か薄いものを引いて、絵の具を置いて、で、その撮影を、そのフリケンシーによって形が生まれてくるというような、原理です。比較的簡単です。でも、綺麗な形を作るのは難しいです。これね、よくね、でこれがいいと思ってるんですね。単純だけど難しいっていうのがとても面白いと思ってて、よくね、子供とかが真似してくれるんですよ。でそれがとても嬉しいです。で、ちょっと時間があったら、このいろいろなところでやった作品を見せたいと思います。で、今やってるのが、去年から始めたことで、これも兄弟オリジナルさんとですね、事業化をしてるんですけど、アートイノベーション産学共同講座なので、やはりももうそんな儲からなくてもいいので、とりあえず新しいことをやらなきゃ、新しいことを、ビジネスモデルを作って事業化しなきゃということでやりました。で、これはですね、京都にですね、あります産婦人科で足立病院っていうところがありまして、たまたま生徒さんの知り合いの、病院だったんですが、ここと組んでですね、さまざまな赤ちゃんの産声こそが、産声でやるといいんじゃないか。ということでですね、ちょっとお見せしたいと思いますね。音。音出したいです。
ね、この赤ちゃんの声ですね。割と初めての声。これはですね、この横にあります、このインスタグラムの QR コードを見てもらったらですね、今年コロナ禍で生まれた50人弱ぐらいの赤ちゃんの声がですね、男子女子ともに、聞けます。私はですね、この産声でサウンドオブイケバナをやって、この本当の意味でですね、サウンドオブイケバナに命が宿ったなと思ってますね。本当に大変だと思うんですよ、コロナ禍って身を守るだけでも大変なんですけど、子供を産まなきゃいけなくて。本当に大変な中で、少しでもですね、皆さんもこの声とこの様子を見ると元気をもらうかなと思うんですが、そういった形でですね、何かこうお母さん方にプレゼントできないかなと思ってます。世界でたった一つの生き物ですよね。で、これあともう一つ言うとですね、徐々に30年にやってるとですね、女の子と男の子の描き方が違うというのが分かってきました。これ男の子なんですが、次にですね、この後、今のは2次元のサウンドオブイケバナの映像ですよね。これをね、見せるとね、よく皆さん言われるんですよ。これガラスで作ってんじゃないのとか、これ3次元だったらすごいよねとか、本当によく言われました。海外でもよく言われます。じゃあ3次元になるとですね、何ができるのかなということで、自分でもいろいろ考えてみて、まあいろいろな人にも聞いてみたんですが、まず流体が自由に扱えるようになると。で、流体が自由に扱いによって流体曲線がうまく扱う。だから、まあ言ってみれば、このオブジェだとかですね、あとそれから建物。まあこういう、流線建築っていうのは非常に流行ってますけれども、こういうものができるんじゃないか。あとそれからサウンドオブイケバナっていうのは、実は音圧で出てきた形なので、空気抵抗が少ないっていうことが言えると思うんですよね。空気抵抗が少ない。つまりそれは空気抵抗が少ないので、これから未来の乗り物、未来の乗り物って、これからエンジンとかエンジンの場所とかなくなってもいいんじゃないかと思いますし、ひょっとしたら車のタイヤさえもなくなってくるかもしれない。で、そういった形の未来の車の、形というのがですね、このサウンドオブイケバナに使えるんじゃないか。3次元になったらですね。っていうことを、連想しました。で、これは去年ですね、レクサスか。レクサスの、ブランディング事業部の方々と、少し連携をして、レクサスをうちのここの17号館に2ヶ月ぐらい置いて、ちょっと好きにいろいろやってみてくださいっていうようなコラボレーションがあったので、まあ、レクサス壊すわけにはいかないので、このような形で横からマッピングをしてみました。はい。時間は何でしょう。はい。ということでですね、まあ、3次元のグラフィック、3次元の、この形をですね、作るためにはですね、まあ、様々な
ことがあるんですけれども、ここらで山敷先生に変わるんですかね。おられますか？あ、電話してください。ですね、次の、宇宙兄弟の、有人宇宙学の専門の山敷先生が少しお見えになってないということなので、私の方が少し、話をさせていただきます。そこでちょっと話がポンと飛んでしまうんですが、どうしようかな。先に突版さん話された方が、いきなりここでパラボリックフライトっていうともう、ちょっと意味不明になってきますので、じゃあ3次元にします。3次元にしてみました。はい、ありがとうございます。じゃあ、突破の方からどうしてこの実験に参加するようになったかというところを、説明します。説明にあたって、オンラインの中尾の方から一言はい、はい、中尾です。こんにちは。突破印刷はですね、長年、文字や映像によってコミュニケーションを、進化させるビジネスを行ってきました。今回、アートというその表現手段をですね、これからの、グローバル社会、もしくはもう宇宙時代においてですね、アートが一つの、コミュニケーションの形になってくるんじゃないだろうかと。宇宙時代になりましたら、もうゼログラビリティの世界になりますので、2次元、3次元の世界じゃない新しいですね、コミュニケーションの形というものも、探索しながら、なおかつ、今後のですね、3次元形状、そのものをですね、しっかりと勉強することで、いろいろなその産業に役立てるようなですね、データを持つことができるんじゃないかなと。そういった意味でですね、ちょっと印刷会社だったんですけども、新しい宇宙とのですね、接点というものを模索しながら、これからのコミュニケーションというものをですね、考えていきたいと思って参画しております。詳細は鈴木本部長からどうぞお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、私どもどういう形で関わらせていただいているかというところで、ちょっとまず突破印刷というところで、名前が印刷会社、今あったように、印刷会社のなりわいとしましては、情報を正しく伝達するということをなりわいに、120年余り活動してまいってます。で情報加工産業の一員として、じゃあ何をもって正しさかっていうところを、いろいろその表現技術の開発をしながら突き詰めて、その時代に合ったお伝えの仕方っていうものを常に研究してるんですね。で今回土佐先生のその研究にあたっては3次元アートを3次元のその、状態で、抽出する技術っていうところでいろいろ模索しながら研究を進めてまいりました。で我々今印刷以外で取り組んでいるものとしましてはバーチャルリアリティっていう言葉はもうかなり浸透しているかと思うんですけども実はその突破の取り組みってもう30年近く前から取り組んでおりまして世の中のその文化遺産ですとか後世に残すべきものをいかにそのデジタイズをしてで、しっかりお伝えしていくのかっていうところを取り組んでるんですね。これをデジタルアーカイブと我々呼んでいます。でデジタルアーカイブをする上で一番重要なところは形の正しさ。例えば仏像もそうですし、いろんな建造物もそうです。当時の形をしっかり抑えて、しかもその質感ですとか、色合いですとか、そういったものもお伝えして、当時どういう使われ方をしたのか、どんなその文化体系だったのかというところを後世にお伝えしていくと。そのために必要な技術が、その我々の3次元の取り組みなんですね。
で、そのバーチャルリアリティのコンテンツとしましては、いろんな世界遺産をはじめ、日本の国内のその神社仏閣も含めて、お城もそうですね。当時こういうお城があったというものをしっかり再現してお伝えすると。そうすると、そこでのそのいろんなその生活なり合いですとか、新しい発見もあったりして、非常に重要な取り組みで、我々はそれをこう大切に今に至っています。で、今回先生のそのアート、このアートからその導き出される一つの答えとして、先ほどヒントありましたように、産業用途として非常に貴重な情報を抽出できるんではないかと。ただし、2000分の1秒の世界ですので、その2000分の1秒の一瞬の世界を切り取って、しかもその3次元の正確な形状を起こしていく。各フレームごとにそれを取っていくことによって、その流体のその挙動であったり、流れまでその手に入るということで、非常に貴重ですけども、難易度の高い、実験です。試みだったんですね。で、いろんなその計測装置であったり、解析の手法だってあるんですけども、我々が今採用しているのは、フォトメトリック、いわゆる写真データを組み合わせて形を起こしていくっていう技術に到達しました。でこれは先生のその取り組みの中でのハイスピードカメラから抽出した画像をうまく解析することによって得られるその3次元形状が抽出できたということで、非常にその、なんて言うんでしょう、シンプルに作業が行えるようになったということが、今回のその取り組み、発見だったんですね。で、19年からその2年間かけて、ほぼほぼその流体の2000分の1秒の形っていうものが抽出できることが分かりました。いろいろまだ課題がありますけれども、その課題の解決する方法もいくつか、考えられていますけれども、それができることによって、先ほどの、産業デザインへのその展開であったり、あるいはその水の動きですので、例えばその洪水ですとか災害に関しての、挙動のそのシミュレーションであったり、そういったところへの展開が、可能になると、我々は踏んで研究を進めています。で、パラボリックの方は後でですかね。じゃあ、どういうふうにいいですか？じゃあ、一旦先生の方に。でその後に3次元形状のソフトウェアのちょっと紹介させていただきます。はい。はい、ありがとうございます。では、ここからちょっと順番変わってますが、山敷先生、いらっしゃいますでしょうか。はい、おります。どうもよろしくお願いします。はい、では、ここから山敷先生の方からお話しいただければと思います。じゃあ、画面共有の方もしていただけますと幸いです。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、少しお待ちください。山敷先生、ご状況いかがでしょうか。はい、今共有されましたので、もし可能であればカメラもオンにしていただけますと幸いです。カメラは見えてますか？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。皆様、本日はどうもありがとうございます。ですね、今回のそのアートイノベーション産学共同講座によるこの、宇宙に対するですね、いわゆるその無重力のアートというのを、最初にディスカッションしたのがですね、2019年の11月でございます。で、この際にですね、宇宙と、アート、宇宙プラスアートの可能性を探るシンポジウムと題しまして、これは土佐先生が、と私が企画して、土井隆夫宇宙飛行士、現在ですね、今は総合生存学科の特定教授をされている先生と、一緒に、このように、
やっております。で、この際にですね、非常に重要な、メッセージが出ました。これはですね、宇宙飛行士の由井、公也さんです。で、由井公也さんにですね、我々がその宇宙とアートをやるということについて、8月に本人にお伝えしてあったんですが、その際にですね、これ、ビデオメッセージはですね、これ、土佐先生の研究室の、リンクにありますので、この場であえて流すのは控えますが、重要な点はいくつかありまして、宇宙と芸術のコラボレーションの可能性について、宇宙に出た感動ね、由井公也さんは実際に宇宙に出られましたと。で、2回かな、出られたと。で、その時に、やはりその数式とかですね、あるいはその地球上で得た知識をもとに、何か考えるというには、実はやっぱ限界があるということをまず本人は言ってらっしゃいました。その宇宙に出たということは、やはりその地球で、地球の周りの環境だけで得られる知識を超えたものを、本人はやはり感じたということです。ところがですね、その感じたことを伝える術がないと。伝えるには、我々が習ったのは言葉であったり、写真であったり、写真は一つの方法なんですけど、いわゆるその感動そのものというのが、要は我々は地上でどこに行って素晴らしかったっていう場合は、そこに行けばいいんですけど、宇宙の場合は宇宙に行った人しかわからない感動っていうのがあるんですね。で、それを伝えられるのは芸術家ではないかということを述べられました。で、要するに、我々っていうのは宇宙飛行士のゆいさんは、いわゆるその宇宙に行くためのトレーニングはたくさんされましたが、いわゆるその宇宙で受けた感動を伝えるという、こういうことはやってこなかった。だから今後は宇宙には芸術家が行くべきだと強く述べられました。で、アートはですね、やはり心の中の無限の世界を使って人々を豊かにすることであると。で、やはりその人間の欲望っていうのは無限であると。その無限の欲望がですね、物に行くと物欲で、それがですね、いわゆる現代文明の歪みを生み出していると。要するにですね、どんどん物を作って、どんどん物を、欲しいものを作ってですね、地球の資源を浪費する、こういう形でですね、地球は今、危機に瀕しているのではないかと。しかしそれが芸術家ですと、例えば、作曲をする芸術家、あるいは絵を描く芸術家、これはですね、心の中の無限の世界をですね、無限にこう広げて、使うと。ということで、無限の可能性がある。それにですね、さらに宇宙というフロンティアが無限であると。無限大と無限大の可能性を掛け合わせると、これは相当すごいことになるんではないかということを述べられました。同時にですね、この同じような実はメッセージはですね、最近この宇宙飛行士の山崎直子さんが授業中におっしゃっていらっしゃいました。これも人に聞いた話で、本人から聞いた話ではあるんですが、やはりその宇宙に出てですね、何か綺麗なものを見たと。で、それによるその感動をですね、短い時間で伝えられる能力をですね、これを要求されたということです。で、そういう能力は本人はなかったということなんですが、やはりその宇宙に出るという、宇宙と芸術家っていうのは非常に大きな接点があるということをまず一つお伝えたいです。で、土井先生、土井宇宙飛行士はですね、今回の無重力実験において、やはりパラボラックフライトにおけるですね、このサウンド・オブ・イケバナにですね、これ非常に詳細なアドバイスをされています。すなわちですね、世間で言われるように、宇宙にですね、宇宙でわざわざ芸術やるのかと、そういう声がもしあるとすればですね、それは正反対であると。宇宙でこそ芸術をやって、その宇宙という無限の世界にですね、どれだけ我々が、いわゆる、感動をですね、持っていけるかということが非常に重要であるということを訴えたいと思います。で、我々のセンターはですね、そのソーシャルイノベーションセンター有事宇宙学研究領域というものでございます。で、これは、SIC の有事宇宙学研究センターというのを作っております。で、これはですね、有事宇宙活動に関するさまざまな経験等を、企業
と共にですね、あるいは NASA と共にやっていくセンターですが、残念ながら実は芸術部門というのがありません。で芸術部門というのが、まさにこのアートイノベーション講座が担う非常に重要な役割でございます。で我々はですね、その中でもですね、例えば系外惑星のこういう絵をね、描いて、これは NASA が出している絵なんですが、それに対して我々が独自の絵を描いて出版する。あるいはですね、太陽系外惑星というのは今もう4000を超える惑星が今発見されていると。で、これらの惑星は実は誰も見た人がいないんですね。誰も見た人がいないので、その姿をですね、こうやって人為的に描くしかないと。こういうような世界の中で、我々はアートとサイエンスのいわゆる接点をですね、今探っております。で、例えばですね、このケプラー452という惑星に関しても、これだけたくさんのイラストがあると。で、どれが正しいかは実はわからないです。全部間違ってるかもしれませんが、じゃあ、この白い絵を描くのかというところでですね、我々はアートとサイエンスのその融合点の最先端について議論しております。そういった点からもですね、今回のですね、土佐先生を中心にですね、宇宙でこのサウンド・オブ・生け花をやるっていうのは、これ科学的にもまた科学的というか人類がですね、進む最先端に値するということを私はここに訴えてですね、私からの発表を終えたいと思います。以上でございます。何卒よろしくお願いします。山敷先生、ありがとうございました。では、引き続きまして、また突破印刷様の方からお話しいただければと思いますので、じゃあ、よろしくお願いします。それではですね、私の方に戻りまして、画面共有をさせていただきます。そっか、前に戻るんですね。それではですね、先ほど山敷先生の方から、大変宇宙の方から見てもですね、意味のあることだということをお墨付きをいただいたので、良かったなと思ってるんですけれども、3次元で、今やってるわけなんですが、そのパラボリックフライトでですね、宇宙、それをやってる最中にですね、宇宙学の方の先生方から、もう一気にもう無重力やっちゃったらっていう話がありまして、で、それは2年前でしたかね。いろいろ、コロナ禍でですね、本当は去年やりたかったんですけど、いろいろエンジンがですね、届かなかったりとかいろいろありまして、それで伸びまして、今年の8月にやるんですが、重力があるからですね、こう、サウンドオブ生け花下からボーンって突き上げるんですが、下がりますよね。で、無重力になると上がったままになりますよ。上がったままになる。で、上がったままのところで、撮影してみようっていうことが、この、プロジェクトの最初の発想なんですね。で、これはですね、どこ行ってやるかというとですね、名古屋行ってやるんですね。で、JAXA の方々も、もう土井さんをはじめですね、いろいろ活用されている名古屋の飛行場がありまして、そこでですね、MU300 っていうですね、ちょっと小型の飛行機が、上に行ったり下に行ったりするっていうような、こういう動きをするんですけど、このパターンを8回繰り返します。で、ここ20秒だけが、20秒が 0G なんですね。0G。で、2G が最初にギッとかかるので、ここはもうみんな、シートベルトで着席をしてなきゃいけないようなところなんですが、これを使ってやりましょうと。で、これが MU300 です。
人間がですね、立つことはできません。非常にこう、そうですね、頑張って膝まで立てる、膝で歩くような感じですね。ような感じで、ここに2つですね、大きなラックを入れます。でこの中に全てのものは入らなきゃいけないわけです。でこの後ろにあるのは電源装置もろもろです。で加速器なども、積みます。ということで、やっていきます。で、何人乗れるかという話なんですが、椅子が結構ありそうに見えますが、実は少なくて、パイロット2人、それから荷物が置いてあって、あと3人なんですね。で3人しか乗れないんですね。で、3人をが乗ってですね、それを2回やります。で、850万円ぐらいかけてやるんですけれども、3人の人がここのラックの近くにいて、後から実演しますけれども、このラックの前でいろいろコンピューターの作業をするわけです。でこちらでは、サウンドオブイケバンの実験をここでやると。絵の具が飛び散らないようにいろいろ細心の注意を払ってやるわけです。ということで、3次元の方に行きますかね。ちょっとだけ一つ映像見せたいんですけど、いいですか。一つだけちょっと、お見せしたい映像がありまして、それはですね、先ほど、に、レクサスがありましたけれども、レクサスのものを映像でしたものがあります。マッピングしたものですね。で、それをちょっとお見せしたいと思います。非常にね、なんか雰囲気がわかると思います。でこれはマスクを切ってプロジェクションしてて、漆のですね、赤ですね。漆の赤をですね、プロジェクションしてるんですね。で、そうすると、こういう形になって、前から後ろへ流れ出るような形になる。で、これを3次元でできると、非常に速度の速い造形、3次元流体っていうのができるんじゃないかなと思っております。で、この形を元にですね、どうやって3次元化にするかということをですね、数々の試みを、凸版印刷さんと一緒にやってますので、それを、お話、をしていただきたいと思います。それでは凸版印刷さんの方に、ちょっと変わります。はい。じゃあ再び説明させていただきます。土佐先生のそのアート、3次元アートをそのサイエンスの力で我々感動を持ち帰らなきゃいけないと思いますので、どういうふうに感動を持ち帰るのかっていうところを、実はこのフライトに、参加する、隊員、山田の方からですね、どういうふうに3次元形状を抽出するかっていうのを簡単にちょっと説明してもらいます。はい、今、お話ありましたですね、いわゆる、3次元形状を抽出する仕方に関して、今、もちろんこれは地上でですけれども、実験を、繰り返しております。流体アート、いわゆる一瞬の美を、3D モデルにするという手法を、どういうものを使って、どういうことで、やっているかっていうのを簡単にご説明いたします。今、見ていただけるようにですね、ハイスピードカメラを、通常先生の、作品は1台で、ああいう作品を映像作品を作っているんですけれども、この手法の時は、複数台のハイスピードカメラを用います。で、真ん中にあるようにですね、少し、ずつ、位置を変えたカメラの画像を、複数枚、取得しまして、それを、コンピューターのプログラムに、かけます。それが、凸版印刷弊社が、扱っている、3次元復元ソフトトレシス 3D というようなソフトウェアにかけて、一番右のような、いわゆる、その一瞬の、3D モデルというのを、生成するという流れを、実験で、進めております。で、地上ですと、この辺の、実験結果をもとに、かなりの精度で、流体、先生のアートが3次元化できることを、
まあ、派遣しました。けれど、こうですね、今、ここに、3D プリンターで出したものがありますけれども、この手法で取った、3D、形状を、そのまま 3D で、3D のプリンターで出して、形状を、まあ、持ち帰ることができるっていう、まあ、可能性を今見出したというところでございます。すみません。失礼いたします。ですね、まあトレース 3D というのは、先ほど、弊社鈴木からもありました通り、フォトグラメトリーという技術を用いています。いわゆる、画像から、3D データを、起こすというような、技術になりまして、そのソフトウェアを、弊社は、産業用にも、提供しているというような、状況がございます。デジタルカメラで撮影した画像から、対象物を、高精度に復元できるようなソフトウェアになっております。基本的な流れとしては、対象物を先ほど複数台のハイスピードカメラがあったように、多視点で、画像を、撮影します。それを、弊社独自の、コンピュータプログラムにかけると、数分から数十分待つと、こういう 3D モデルが、自動的に出てくると。非常に、特徴にありますように簡易で、高精度、独自のちょっとアルゴリズムを用いておりまして、高精度に復元することができると。汎用性も用いているので、いろんな、プロジェクト、システムに使えるということもありまして、今回、先生のこの、サウンドウィーケバナの 3D 化抽出というところに、使わせて、いただいている技術になります。でですね、先日ですね、この技術を使って、非常に一生懸命やっておりますが、いわゆる先生が、おっしゃっていた、いわゆる、産声を、音源といたしまして、いろんなやはり、パラメーターをここで整理していって、パラボリックフライトを実際、成功、させるためにも、いろんな環境条件というのを整理して、より良い、3D 形状を取得できるパラメーターを今検討しているという状況です。なので、産声の誰の産声、どんな産声が、形状化しやすいか、形状化しにくいか、あとは音量、いわゆる、液体の粘性だったり、色もそうです。であとは光源の強さとか、いろんなパラメーターを、整理して、何十回、何百回と、テストトライをして、より良い、結果になるであろう、パラメーターというのを今、一緒に、研究しているというところでございます。このようにですね、基本的には今、ご覧いただいているのは、5台のカメラで、復元した結果になりますけれども、そうですね、後で見ていただけると分かりますが、5度ぐらいずつカメラを、ずらしながら、撮影して、ちょっと小さいですが、一番右のように、3D 形状が、結構安定的に取れるようなパラメーターを今、確立しつつあると。今、そういうような状況になってございます。はい。それではですね、あともう少しちょっと喋ります。で、これがこんなことやって意味があるのって多分思う人いると思うんですよね。なんだこれはみたいな。で、我々も一応これ、私も京都大学の所属の人間ですので、論文を書くのが仕事でございますので、論文を書きました。ところですね、いきなり論文賞は取りました。これはですね、一緒に仕事をしております、私の元上司の ATR の中津良平教授、本学デザインスクールの、特命教授でございますけれども、が中心になって、書いていただいたもので、IHIP っていうのはですね、IEEE と並ぶぐらいにですね、非常にサイテーションの高いですね、組織でございます。
そこのエンターテインメントコンピューティング部門で、論文を受賞しまして、で、とりあえずこのまだ宇宙に行ってないですね、無重力じゃないですね、微小時間に生じる流体アートから3次元モデルを作ったっていう、ここまでを出したんですね。で、そうすると、こういう形になりまして、で、じゃあ、もっと頑張ろうということで、今年の8月ですね、実際、パラボリックフライトするんですけれども、2回やって、1週間かけて2回やるんですね。前日が仕込みをやって、1回飛んで、2日また、仕込みをして、2回目飛んでという形になります。で、これからですね、いよいよデモの方に入りますけれども、その前にちょっといきなり見てもわけがわからないと思いますので、説明をさせていただきます。この、パラボリックフライトはこの1週間で2回で、1時間半2回で終わってしまいますので、ここで失敗をしてはいけないので、いろいろとですね、これもですね、もう土井隆夫先生だとかですね、元 JAXA の今日来ておられると思いますが、元 JAXA の高尾先生とかですね、に、いろいろお知恵を、ご助言をいただいてですね、まあ、2メートル、約2メートルの中で物が落下するときに 0.5 秒ぐらいの微小重力が発生するっていうお話をいただいて、じゃあそれをいろいろ私たちの方でも調べまして、学術的に、これいけそうだっていうことで実際作ったんですね。で、高尾先生の方から、シンポジウム等で、オンラインのシンポジウム、兄弟の宇宙ユニットのシンポジウムで教えてもらったのが2月で、3月からすぐ取り掛かって、今5月ですね、もう3ヶ月で3ヶ月弱で作りました。で、もうホームセンターでのあり合わせのものなんですけれども、とりあえず動きましてですね、ここにありますように、この黒い四角いものがですね、スピーカーなんですね。で、落下させてみました。で、これを、先ほどの絵をですね、図に起こすとこんな形ですね。で、これはですね、実は、申し遅れましたけれども、この毎月毎月、高性能な、ハイスピードカメラはですね、1000万以上するんですね。で、もうこれ以上お金がないのでですね、本当にこれはナックさんというですね、ナック株式会社、いろいろな、特殊映像の分析の機械だとかそういったものを扱っておられるですね、会社のもうご協力で、成り立っております。そして、こういう形でですね、これも中から買ったカメラ、1000万円相当のカメラなんですが、これを一緒にここに置いてですね、落とすわけにはですね、やっぱりいかんだろうと思いまして、まずは外側に置いたらどうかということを、ナック株式会社の方からご助言をいただきまして、これ1個だけで1000万円します。で、それで、カメラはこのまま。で、このスピーカーの上に絵の具を置いてボンと落とす。で、ボンと落とすとともに音も鳴らす。っていうことで作った映像がこちらでございます。ちょっとオンラインの方はですね、ちょっとカタカタするかなと思いますけれども、これができた映像でございます。して、0.5 秒の、無重力の中で開放系で、実験してます。落下実験。開放系ってどういうことかというと、このスピーカーの上はもう何も囲わないってことですね。開放系。すごい飛び散るわけですね。乱気流とかいろんなものがここに風が発生してます。で、そして今度はこれをですね、お見せしたところ、土井隆夫元宇宙飛行士にお見せしたところ、閉鎖系でやったらもっと微小重力に近づきますよっていうことだったので、この上にですね、30センチのアクリルを置きまして、その中で実験してみました。で、ここではですね、なんと、高い高速度カメラが載ってます。で、我々もですね、いろいろと知恵がつきまして、小型カメラでこうやったらできるということがだんだん分かってきまして、これはもう、うちの研究室の、総合生存学館、以下、うちの研究室の、学生さんのもう力で成り立ってるんですが、こういう形でカメラも載せました。で、落としました。その結果がこちらでございます。さあ、わかります？
さっきみたいに飛び散ってないですよね。上の方に行ってるでしょ。で、これをお見せしたところですね、微小重力発生の中で撮影できてるっていうことで、土井隆夫元宇宙飛行士からもおめでとうございますっていうようなことをいただきましたので、これをですね、これとですね、パラボリックフライトで、やることをまた、これは開放系ですね。開放系これ。ちょっともう一度お見せします。すごいダイナミックに。これも、微小重力が発生していることは発生してるんですね。で、あともう一個。これも開放系ですね。差がかなり違うのがわかるかと思います。これは音量は同じです。で、音も同じものを使っています。で、このような形でですね、我々は、山敷先生もおっしゃられましたけれども、なんでこれやってるのって話にもう一度戻りますと、来たるべき宇宙時代にですね、無重力化で人間の生命力の象徴っていうのができたらいいなということで、作ってます。で、ご存知のように、ちょっと年齢の40、50ぐらいの人はわかるかと思いますが、有名なスタンリー・キューブリックという映画監督が2001年宇宙の旅で最後のシーンでですね、生命が宇宙に飛び出すところが、シーンがあります。で、私も、これを連想してですね、普通の音ではなくて、産声でやろうと思いました。産声でやる方が難しいんですよ。普通のサイン波でやってる方が本当に簡単なんですけれども、安定していて、でもそれでは意味がない。アート的な意味がない。ですから、人間の声でやろう。しかも生まれてきた赤ちゃん。この世に生まれてきた最初の赤ちゃんの声でやろうということで、進めました。です。これを産声アートというよりは、ゼログラビティアートと呼ぼうということで進めております。で、最後にですね、デモの方に行く前に、これをちょっとお見せをしてですね、このような意義ですね。プレスリリースの方にも書かせていただきましたけれども、微小重力化の中でアートがどのように変容するか、新しいアートが生まれるかというようなゼログラビティアートの問題にチャレンジすること、それから、今昨今のコロナ禍で、未来が不透明な状況の中で不安を掲げる人々に希望を与えたい。それから新生児の、ご両親などに宇宙時代の新しいふさわしいプレゼントとなるでしょう。それからアートの産業への応用、アートイノベーションですね、を利活用して、微小重力化で流体の3次元形状の流出の可能性を探る。これはトッパーさんが今目指しているところでございます。ということで、デモの方に移りたいと思います。はい。では、